そうですね。はい。はい。皆さん、はじめまして、難しいことを簡単に、複雑なことをシンプルに、ややこしいことを面白くをモットーに研修講師をしております。片桐由紀子と申します。今日はどうぞよろしくお願いいたします。30分というね、短い時間ですので、私が創業塾でお話ししていることの本当エッセンスになるかと思うんですけども、今日はね、お話をさせていただきたいと思うんですが、私が創業塾に登壇するときに大切にしていることっていうのが2つ大きくあるんですね。それは1つ目というのは、小さく産んで大きく育ててほしいということと、2つ目というのは、できる限り失敗をしてほしくないということなんです。今回は私の経験談も含めて創業塾を通して、お話ししていることのエッセンスを少しだけお伝えさせていただけたらなと思ってます。スケールの大きいお話に関してはね、また本講座の中でできればなと思うんですけども、皆さんの足元をしっかり固めて、次に大きなジャンプをするための土台になるような、そんなお話ができたらいいなというふうに思っています。で、ここで少し私のお話のことをね、お話ししたいなと思っているんですが、私は美容ディーラーやリクルートの稽古と学ぶでの営業、原稿制作を経験して、2011年、約11年前に独立をしました。38歳の時のことなんですが、こういう話をするとね、皆さんの中にはもしかすると、きっとね、順風満帆にやってきたんでしょ、ちゃんと準備してきて起業したんでしょっていうふうに思われる方もいるかもしれないんですが、あの、実際の私はですね、もうそんなこと全くなくてですね、専門学校を卒業したとほぼ同時に20歳で結婚をして、その後出産、専業主婦の時代を経て、27歳の時に、初めて社会復帰をしたんです。で、その社会復帰というのも、もうただただもうブラインドタッチができるだけという状態の営業アシスタントのアシスタントとして派遣社員で社会復帰をしたんですね。その後も派遣社員であったりですとか、先ほどお話ししたような仕事以外にも、イベントのプロダクションだったり、あとはブライダルのドレスショップだったり、10社以上ですかね、いろんなお仕事をしてきました。で、ただですね、たまたま周りに多くの起業家の方がいたという影響もあって、いつかは自分でこう何かをやってみたいなと、起業してみたいな、独立してみたいなという漠然とした思いはあったんです。ただ、何で起業するのか、どんな商売をするのか、どうやって起業するのか、誰をお客様にするのか、そういったことが全く思いつかずに、ただただ月日が経っていたんですね。で、そんな状態だった私の転機になったのが、旅系、旅行の、皆さんも手に取ったことありますかね、ルルブとかコトリップとか、そういったものを作っていた編集プロダクションに勤めていたときに、地域の、今でいう地方創生だったり、地域おこしだったりっていうね、そういう活動をしている方たちに出会うきっかけがあったんです。で、これもね、人とのご縁が始まっているんですけども、ここだけの話だけでちょっと長くなりそうなので、割愛させていただきますが、詳しくね、聞きたいなっていう方は、改めて、本講座の時にもね、聞いていただけたら嬉しいなというふうに思ってます。で、話を戻しますと、その地域で、いろんな活動をされている方がいるわけですよね。皆さんの周りにももしかするといるかもしれないですし、新しい商品を作ったりとか、例えば交流人口を増やすっていうので、その街をね、盛り上げるだったり。で、私がその当時はですね、やっぱり物を作るっていうのが圧倒的に多かったんですよ。12、3年前の話ですけども。でも、作ったはいいけど、全く売れていないっていう現状、そういったものをね、目の当たりにするきっかけがあったんですね。で、例えば、道の駅に行った時に、今でこそとてもおしゃれなパッケージになってたり、こうデザインされたね、シールが貼られてたり、ロゴがしっかりあったりっていうもの、皆さんも手に取って、買い物されたりしたこともあるんじゃないかな、そういう経験もあるんじゃないかなと思うんですけども、当時はですね、もう母さんたちが、一生懸命作った、ブルーベリーのジャム、で、売ってるわけですよね。こう、いっぱい陳列がされていて、で、美味しいですっていう、もうそれだけのポップが置いてあって、で、手に取ってみたわけですよ。そうすると、こう、ラベルがね、インクジェットで
作られていて、お家の多分プリンターで作ったんでしょうね。それが貼られてるんですけども、水滴がついて、滲んでたり、もうそういう姿を見たときにね、これはあかんやろって、勝手に思ったわけです。もう本当勝手に。しかもね、そういったものって大体、あんまり大きな声では言えないんですけど、税金を使われていることとかが多くって、ここでなんか、ただ作ってっていうのっておかしいなっていうふうに思って、それをどうにかせんといかんと。ちょっと九州の DNA を持ってるものですから、そういうね、熱い血がたぎったわけですよね。で、どうにかこの売り方、見せ方っていうのところで、私、今までの経験、リクルートだったり、そういったところで経験したものを、ここでお役に立てないかという、もう本当、ノープラン、もう勢いだけ。もうその当時の私はですね、もう思い立ったが吉日だ、もうとにかく行けというもう突撃隊長っていうような感じで、まっしぐら、もう思い立ったらまっしぐらっていう形で、もう私が独立するのはこの道だみたいな形で始めたんですね。今は少しね、落ち着いて、いろいろ考えてから行動できるようになったかなとは思うんですけども、もうその時はもう私がやりたいこと、やるべきことはこれだみたいな形だったわけです。で、その時に、ご縁をね、つないでくださった、中小企業診断士の先生が、どうやって動いているのかとか、どうやって、ある意味、ちゃんとお金をもらう、そういう地域の事業者さんからお金をもらってなかなか難しいので、どうやってこの人はお金をもらっているんだろう、どこからお金をもらっているのかなっていうことをね、よく観察をして、で、プラス、とにかく会う人、会う人、会う人に、いやもうただで作るだけではもったいない。そうじゃなくて、売り方とか見せ方、それの工夫だったり、そういったデザインっていうものが絶対必要なんですよっていうのを、もうとにかく言いまくってたんですよ。そしたら、なんか面白いことを言ってる子がいるということで、ポチポチお声をかけていただくことがなって、それが実績になって、またご紹介をいただくという、そういう流れになっていたんですね。ただ、この時は本当にお金もコネも、経験も何もない状態から始まっていまして、で、ただこの時あったのは、何が、ある意味今までね、10年以上このお仕事を続けてこられた、そのきっかけだったのかなってちょっと思い返してみると、もちろんその熱い思い、皆さんの中にもきっとそういったものを持ってらっしゃる方いらっしゃると思うんですけども、そういった熱い思いと、その思いをしっかりと言葉にして、自分の言葉にして、相手が受け取りやすい形で伝えていったっていうことなのかなと思っています。で、きっと皆さんの中にもね、地域の課題を解決したいだったり、地域のものを使って何かしたいっていうことをね、考えてらっしゃる方もたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、ただ、それをあなたの思いだけでどんなに話しても伝わらない時ってあるんですよね。もしかすると、その前の段階で頭の中で構想はあるんだけど、それを人を伝えるための言葉に変換できていないとか、そういったこともね、もしかするとあるのかもしれないです。で、創業塾では、そういった今皆さんが持っている思いだったり、スキルだったりとか、そういうアイデアみたいなものを言葉にする、言語化をして、周りの人を巻き込むための、事業計画書のね、作り方なんていうこともやったりします。で、起業する上で大切な3つの要素があるってよく言われるんですけども、人、物、金、この3つがね、大事だよってよく言われたりします。で、人というのは、お客様になってくれる人。もちろんね、買ってくれる人がいないとね、商売にならないので、お客様になってくれる人。そして、一緒に事業をやってくれる人だったり、あとは応援してくれる人だったり、あとは従業員をね、雇ったりする場合であれば、そういうスタッフですよね。そういう人で相談できる人などっていう、その人というのがね、大事になってきます。続いて、2つ目、物ですね。これは販売する商品、サービスだったり、あとは事業を始める場所ですよね。リアルでやるのか、オンラインでやるのか、それによってもやり方って変わってくると思います。
そして、あんまり考えたくない方もいらっしゃるかもしれないんですけど、最後に3つ目はお金です。で、これはね、どれだけ、やっぱり継続、企業ってやっぱりスタートなんですね、あくまで。スタートラインに立つための準備を創業塾でしていただくっていうことなんですが、その続けるためにはやっぱお金って切っても切り離せないものになってきます。で、売上もちろんどれだけ売れるかっていうこともあると思いますし、じゃあ、ね、今時0円で会社を立ち上げることってできますが、とは言ってもやっぱり自己資金だったり、あとは融資だったり、補助金だったり、助成金だったり、使えるものっていうのがどういうものがあるのかっていう、この人、物、金、この3つをね、どう揃えていくのか、どう整えていくのか、そういったものっていうのも、この創業塾の中で考えていただく形になります。で、冒頭にね、私が失敗してほしくない、できるだけ失敗してほしくないっていうのは、じゃあ失敗しないためにはどんな方法があるのかっていうことなんですが、絶対とはもちろん言えないです。いろんなね、今回のコロナだったりですとか、いろんな、ブーカというね、不確定な時代とも言われていますので、今まで通り、今までだったら成功した通りがうまくいくとも限らないわけですね。逆に、いろんな可能性、このコロナのおかげといったら語弊があるかもしれないですが、例えばこのようにオンラインでね、何かを発信するだったり、セミナーなんかもオンラインでね、開催されることすごい増えましたよね。そのように時間と距離をピュンって飛び越えて、人と人とが出会えたりとか、学べたりとか、情報を得る手段が当たり前になったっていうのは、このコロナというのをきっかけにして大きく変革されたね、ことなんじゃないかなと思うんです。で、その失敗したくないという、してほしくないってところにも戻りますが、そういった新たなね、ツールだったりとか、そういったものも使いながら、とはいえ、やはり創業するにあたって、こういうふうに、数多くの先輩たち、私も見てきましたし、そういった経験値の中で、これは必ず知っておいてほしい。創業する前にこれは考えてほしい。まずはこれを手を動かしながら考えてもらいたい。で、まずは話してもらいたいっていうようなね、それを、一人でやるのもね、もちろんいいんですけど、創業塾何がいいかっていうと、同じようにこれから起業しよう、創業しようってする仲間が集まって、みんなでいろんなアイデア、そのいろんな視点をもらえる。で、一生続いていけるような仲間と出会える。そういったものをね、創業塾のいいところなんじゃないかな。一つ大きなポイントなんじゃないかなと思います。で、そのためにもね、失敗しないために、どういったことを最低限知っておいた方がいいのか、考えておいた方がいいのか、そういったことをね、学んでいただくのが、創業塾の一つになっています。で、二つ目のね、お伝えしたいなと思うことは、やっぱりどんなにいいアイデア、どんなに素晴らしい商品であっても、やはり伝える、その言語化する、言葉にするっていうことが大事になるわけですよね。で、その時に覚えておいていただきたいなっていうことが、3つの視点になります。鳥の目、虫の目、魚の目というこの3つの視点。ぜひね、これは別に企業創業だけではなくて、お仕事をされている方であれば、ぜひ覚えておいていただけたらなと思うんですけども、これ何かというとですね、鳥の目って上から見ますよね。なので全体を見渡す、俯瞰できる、そういった目線になるわけです。で、全体をですね、見ることによって、例えば、今、世の中どういう状態になっているのか、競合他社がどういうことをやっているのか、もしくは、日本だけではなくって、今ってもうグローバルじゃないですか。いろんなことがね、日本の生活、皆さんの生活にも影響を与えているかと思うんですけども、そういったものを全体を見渡す、そういう鳥の目。で、2つ目の虫の目。これはね、得意な方結構多くって、ご自身の商売だったりですとか、そういったもの、サービスだったり、やりたいアイデアだったりっていうのを深掘りをするだったり、そのことについてしっかり考える、目の前のことをしっかり捉えるっていう視点
ということはね、皆さんお得意な分野だと思うんですね。で、その虫の目にもう一つ足していただきたいのが、お客様から見た時の視点ってことなんですね。お客様からその商品を見た時に、どのように見えているのか、お客様にどのように受け取ってもらいたいのか、そういったことを考えるときにも、飯の目っていうのが大切になってきます。そして3つ目の魚の目というのは、世の中のトレンドだったり、関係性だったり、その時代の流れっていうものをね、見る。そういう時に、この魚の目というのがとても重要になってきます。鳥の目、虫の目、魚の目。ついつい人というのは自分なりの今までご自身が経験してきたり体験してきたり学んできたことを持ってたそのメガネ、フィルターを持っていろんな物事を見るという人というのはね、そういうものなんですね。なんですけども、一回そこからですね、ちょっと体をね、ずらすだけでも視点って変わったりするんですけども、じゃその今考えていること、行き詰まったりとかしたときには、じゃあ鳥の目で見たときにはどういうふうにこれって見れるのかな。じゃあ虫の目で見たときはどうなんだろう。じゃあ虫の目でもお客様の視点で見たときに自分の商品、サービスってどうなんだろうか。だったり、あとはじゃあ魚の目、この今のトレンドだったり流行だったり、そういった関係性みたいな視点で見たときにはどのように見えるのかっていうところのね、この3つの視点を持つだけで、皆さんのこれからやろうとしているその商品、サービスっていうことを売っていく、そして継続していくっていった時の抜け漏れ、初めのスタートダッシュですよね。の時の抜け漏れっていうのがかなり減るんじゃないかなというふうに思います。で、この創業塾ね、そのさっきもね、仲間ができる、その一生つながっていける仲間ができるっていうのも大きな特徴なんですよってお話をしたんですけども、この3つの目、なかなか自分一人でやるのって難しかったりするんですよね。その時に、その仲間に、いや、実はこういうこと考えているんだけども、どう思うとか、例えばじゃあ、もしかすると初めてのお客様がその仲間の中から出てくるかもしれないですよね。そういった部分でもね、その切磋琢磨できる場所で、そういったものがこの創業塾のあり方、立ち位置、その存在意義になるんじゃないかなと思いますし、参加していただくことで、そういったものを得ていただきたいなというふうに思ってます。で、最後にですね、その3つの視点っていったところで、ちょっとウォルト・ディズニーのお話をしてね、終わりたいなというふうに思っているんですが、皆さんもディズニーランド行ったことありますかね。もしくは、聞いたことあったりとか、もしかすると修学旅行とかでね、行かれた方もいらっしゃるかもしれないんですが、ウォルト・ディズニーがディズニーランドを作るという構想を立ち上げたときにですね、3つの部屋を持っていたというふうに言われています。で、これは、いろいろな成功、起業してね、成功している方たちも同じような視点を持っていた、同じような、ものを持っていたっていう聞いたりはしているんですけども、ウォルト・ディズニーがね、一番有名なのでね、今回そちらをね、ご紹介させていただけたらなと思います。で、ウォルト・ディズニーは、ディズニーランド、もう今まで世の中にそういった、ディズニーのね、キャラクターをとかそういう物語をテーマにしたアトラクションというかそういう遊園地ってなかったわけですよね。そういう世界観を伝えるっていうことを考えたときに、ディズニーはね、とても夢を広げるすごい力はある方だったんですが、でもそれを現実にしていくときには、やっぱりその3つの視点。で、この視点何かというと、1つ目の視点が無双化、夢を思うということですね。まずはアイデアをぶわーっと広げる。もうこんなことできたらいいな、あんなことできたらいいな、こんなことができるようになったら、ああいうふうになるんじゃないかって、もう夢をとにかく広げる部屋。で、そこで思いっきり夢を広げたら、次は批判家の部屋。まずはその、別の、部屋、なかなかね、3つの部屋を用意するの難しいと思うので、椅子を違う椅子に座り替えてもいいと思うんですけども、批判家の部屋に移って、そこで、いや、そうは言ってもさ、っていうことを、その無双家の部屋で広げたものに、ある意味、ツッコミを入れるわけですよ。
とも言っても、そんなお金集められるのかとか、そんな現実的にそれができるのかだったり、いや、そんなのは無理だよとかっていう、もう思いつくような批判に関しては、もうその部屋、もしくはその椅子の座ったところでやるって決めていただいて。で、3つ目は、現実化という椅子、もしくはお部屋にディズニーは移って、じゃあ、その無双化でふわっと広げたアイデアと、批判から出た、その、こう、ツッコミですよね。っていうのを活かしながら、これを現実にするためには何をするべきなのか、何をしたらいいのか、誰に会うべきなのか、どうしたらいいのかっていう考える部屋で、その実現をするために何が必要かというのを考えたというふうに言われています。で、どうしてもまだやったことがないことにこれから皆さんチャレンジしていくことなので、無双化の部分でね、とにかくアイデアを膨らませて、こんなこともできるんじゃないか、あんなこともできるんじゃないかっていうのを広げてもらいたいんです。でも、その企業はスタートラインって先ほどもちょっとお話をしたんですけども、そこから長く続けるためには、やはり批判家であったり、現実化の部分っていう視点がとても大事になってくるんですね。そこを行ったり来たり行ったり来たりしながら、やはり事業って進めていくっていうことがね、すごい大事なんじゃないかなと思いますし、その3つの、ディズニーもね、そうやって、で、途中、やっぱり事業計画書とかを作ったとしても、計画通りに行くことってなかなかなかったりするんですよね。皆さんもね、元旦にね、思い描いた目標、今、順調に進んでますかねって。で、やはり人って、ついつい、今までやってきたこと、慣れていることに戻ろうってするのが人なんですよ。ホメオタシスって言われてるね、ものなんですね。で、思考の癖、考え方の癖っていうのも、やっぱり今までやってきたこと、今まで考えてきたこと、考え方、そういった癖っていうものにね、どうしても戻ろうとするんですよ。ただ、企業創業をするときっていうのは、やはり新しい視点だったりとか、新しい習慣だったり、新しい考え方っていうことに慣れていくっていうことが大事になるんですね。これは決してできないっていうこととは違うんです。できないんではなくて、ただ慣れてる、慣れてないだけのお話なんですね。なので、その慣れるための練習、そのために、周り、そういう人との出会いだったり、その場の力ってやはりあるのでね、そういった部分でも、この創業塾っていうのを活用していただきたいなと思いますし、今の時代って本当に便利になったなと思うんです。もう私が独立した11年前に比べても、そういう SNS の活用の仕方で、独立をする前にたくさんのファンを作っておく。見込みのお客様を作っておく。で、独立する前だからこそ、いろんな人の話が聞けたりですとか、まだライバルじゃないわけですよね。競合相手からしても。やろうとしているだけの人なわけですよ、皆さんは。なので、いろんな話が聞けたり、先にたくさんのファンを作っていく、見込みのお客様を作っていくっていうのも、今だからできるタイミングだと思うんです。なので、そういったことをね、大切にしていただきながら、この創業塾とかをね、活用して、皆さんのさっきの3つの目、鳥の目、虫の目、魚の目であったりとか、ディズニーがね、持っていた無双化の部屋、批判家の部屋、現実化の部屋っていうものをですね、掛け合わせながら、皆さんが今やりたいなと思っているもの、現実にしていく、実現していく、形にしていく、そして自信を持って一歩前に進めていくために、私たちのような講師がいるというふうに思ってますので、その時にですね、ぜひ小さく、初めは小さいことからになるかもしれないです。まずはできるところから。で、今って副業だったりとか、そういった兼業からスタートする起業の方法っていうのもありますし、本当に時間や距離を超えたところの人との出会いっていうのもつながりやすくなっています。そういったことをね、たくさん使っていただきながら、でもこれだけは絶対抑えておいてほしい、抑えておいた方がいいっていうことは、こういった創業のね、塾で学んでいただいて、一歩前に進んで、できるだけ長く
そして大きく皆さんのその事業っていうのを広げていっていただきたいなと思いながら、私は登壇させていただいております。またね、リアルで会う機会があるかもしれないですし、もしかしたらこのようにオンラインでまた交流をね、する機会もあるかもしれません。ぜひね、またお会いする機会あったら、皆さんとね、いろいろディスカッションとか、こうアイデアを出しながらね、そういった場をね、作っていけたらなというふうに思っております。じゃあそろそろね、時間になってまいりましたので、今日は以上とさせていただきたいと思います。お時間いただきましてありがとうございました。